当時も今も一番人気なカラーにビブラムソールを使ってるんです。男の子好きなやつだ、やっぱり黄色結構効くなと思いました、せっかくだったら地味なやつ買うよりも派手なスニーカー買っといた方がいいと思うはい、こんにちは、シトレイです。今はですね、ちょうど渋谷と原宿の間くらいですね。ここの3階くらいに私が昔通っていた歯医者さんがあるんですけど、今はもうないんですけどあと明智くんが初めて上京した時に行ったのがヒステリックグラマーになるんですけども、その辺りの隣ですね。プロケッツですね。私のプロケッツのイメージは、私中学校の時のサブバックプロケッツだったんですよ。そのイメージが強いかなって感じなんですけど、明智くんは？的にはスニーカーのイメージですよね。あ、スニーカー。でも履いてる人多かったですよ、学生の時。ね、お手頃なイメージはありますね。明智くんの中で。はい。確かに。で、そのプロケッツが去年かなできたらしいのと、ちょっと我々が持ってるイメージとは変わってるらしいんですよ。なので行きましょう。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。プロケッツ原宿店店長の安藤と申します。よろしくお願いいたします。安藤さん、よろしくお願いします。早速なんですけど、安藤さん、プロケッツについて教えてほしいんですけど、そもそもどういうブランドって言えばいいんでしょうか。1949年にアメリカで誕生したスニーカーになっておりまして、でその前にゴム会社から派生してできたブランドケッツがありまして、それがどちらかというと民間用だったり日常履き用に作られたお靴だったんですけれども、それをプロケッツとして進化させたものがうちのものになるんですけれども、プロバスケットボール選手に向けてバスケットボールが最初なんだ、お靴になってます。で1949年時代に NBA も作られた年になってまして、プロの選手がより多く愛用してたっていうような歴史がございます。70年代、80年代、90年代大きく分けてファッションもどんどん変遷していったと思うんですけれども、最初はアイビールック、ちょっとブレザーに少し外しでスニーカーを履く時代だったりとか、あとの90年代になるとよりちょっとスポーツミックスだったりとか、ちょっと現代的なバージョンにアップデートしていったと思うんですけれども、それに伴ってプロケッツもどんどんいろんな層に向けて発信していったっていう形ですね。なるほど。じゃあ早速見ていきたいと思うんですけど、どっからいきますか？推しのスウェードのシリーズで、こ見ていただきたいです。こっちの壁全部。そうですね。あとはこちらの店頭の、ごめんなさい。こちらの。おお、色味可愛いですね。そうなんです。マスタードカラーが当時も今も一番人気なカラーに。こちらが。で、普通のタイプとハイカットが。そうですね。なんとなくちょっと朝やんのイメージが私ありまして、ちょっとストリートカルチャーみたいな、裏腹とか、その時代の話ですか？なんかもう僕知らないんで感出してきたよヒステリックグラマーのくせにでもドンピシャですよね、おそらくヒステリックグラマーなんかドンピシャリなヒステリックグラマーだったりとかが流行ったりした時代のイメージがちょっとありますよね。そうですね。あと今日スタイリング提案もあるんですけども、あの頃を彷彿させるスタイリングを2025にアップデートしたやつが1点あります。いいっすね。なんかあんな感じの服着てたなっていう感じの。40代以上の方必見ぐらいじゃない？ちょっとわかると思う。この特徴、スウェーデンの特徴、どの特徴があるんでしょう？このネイビーとレッド、ネイビーレッドアイコンと私たちは呼ばせていただいてるんですが、この色ってちょっとアメリカ国旗の色だと思うんですけれども、確かにそれを象徴とする色、あとは太めの日本のラインだったりとか、でスウェードとレザーのミックス、ちょっとクラシックな印象に、こんな感じでインソールが取れるようになっていて、 EVA 素材というものと緩衝材をミックスさせてるので、履くともちもちする感覚、かなりクッション性が、衝撃を吸収してくれるんだ。してます。中にも実はクッションが入っているので、ダブルで弾力が強く。なるほどなるほど。ビブラムソールを使ってるんです。男の子好きなやつだ。この形、90年代のそのままの形を特注で作ってる形、復刻してみたいな。当時の履き心地よりもよりアップデートして戻ってきてるっていうイメージですね。で紫は紫で、
はい。でもこれもこれで可愛いんだよな。なんか色はちょうどいいよね。差し色として可愛いのが多いなと思った。紫好きじゃないです好きですよ。私とボボさんくらいに紫好きなんですよ。でもこの白あたりがやっぱ一番人気ですどうですか？そうですね。使いやすそうではあるけどね。当時の藤原宏さんがポイントで履いていた色が白で黒シリーズか。まあ多分使いやすいのは多分こっちだなような気はする。ネイビーなんかアイビーって感じします。ちょうどこの色との相性もすごくいいかな。うん、爽やかに履くならばって感じね。スタイリングはどれでいきましょうか？スタイリングはですね、私あの頃を彷彿させてのマスタードでございます。こちらで一体組んでみたいと思います。はい、こんな感じになりました。かわいい。これ私大学生でこんな格好してたってしみじみしましたよ。ただね、細かい話していいですか？私大人になったなって思うのがいちいち素材がアップグレードしました。高いニットになりました。高いミニスカートになりました。当時の形ってなんかすごい大きめなダブっとした感じのトップスとミニスカート、こういう感じで靴を履いてたんですよ。ポイントはですね、ここぎゅうぎゅうにするってとこですね。これがなんかなぜかかっこいいとされていたんですよ。ですね。なぜかわからないですけども、こういう履き方でした。ちょっとサイズを大きくして締めるって方も多いですね。あとやっぱり言われた通りすごいアップデートしてる。ふっかふっか気持ちがいい。あと、案外このマスタード合わせやすかったです。いろんなものに合うなっていう感じがしました。あと私金が好きなんで金にも合うなっていう。これちょっとゴールド入ってるじゃないですか。ちょっとキラキラしたのとちょうど合うなっていう。もう一つ細かい話してもいい？細かい話してもいい？あの頃を知ってる人は分かるんじゃないかな。ニューワールドオーダーです。アンダーカバーとバンダライズっていう2人がツートップがいるんですけど、それが2人で始めていたブランドがニューワールドオーダーだったんですよ。懐かしいやつでございます。今なんかニコニコしております。わかるって顔しておりますよ。ちょっと世代によるんで。世代によりますよ。これ持ってる人優勝パターンですよ私。あと皆さんが大好きなポーターです。あの頃みんな持ってたやつですね。あとはですね、立ち方とかだとこういう感じで立っちゃうじゃないですか。こう立つんですよ。あとここちょっと内股ね。これねデフォルトね、こういう感じで取られるの慣れてないふうにするんですよ。こうやってもうすごいね。着るもの変わると立ち方変わると思いませんでしたよ私だって。他の色味もちょっと試してみたいなと思います。こっち行ってみようかな。はい、これちょっとお願いします。良いふかふかなのとハイカットの方がホールドされるから すごい歩きやすさが格段に違う気がする。何気にモノトーンの方がプロケースの赤と緑が効きますね。これを基本にこの上にも赤と青持ってってあげるのも可愛いかなってちょっと思った。じゃあ安藤さん、こっちは何になるの？直営店限定展開しているここだけ？はい、日本製のシリーズになります。メイドインジャパンのシリーズですね。どう違うんですか？はい、形は先ほど紫藤さん履いていただいたマスタード同じものあるんですけれども、木型といってスニーカーを作る際の形、シルエットが実は違くて、ストライプの細さだったりとか、あとちょっとツヤ感が、そうですね。あとここがジャミジャミしてる。そうなんです。より当時の、70年代80年代ぐらいのアーカイブモデルをそのまま今の作り方で作っている。後ろのロゴですね。色がちょっと違う。ちょっとパッチのロゴ自体もレトロな感じと今っぽいゴシック調のものに変わっている。スウェードに関しては銀付きレザーといって一枚革で作ってます。ちょっと触っていただくとしっとり。本当だ本当だ。こっちの方がじゃあ馴染みがいい。そうですね。足のフィットの。色は日本製のみ赤は可愛いかも。こっちはオールドなタイプなやつなんですけども、どんな特徴があるんでしょう？こちらがロイヤルアメリカというシリーズになっていまして、ロイヤルアメリカ、先ほど1949年に、NBA が始まって、プロバスケットボール選手に、よく履かれていたモデル、これが第1号モデルになります。実はローカットからスタート。なんかバスケットってなんかハイカットにイメージするんですね。その後にハイカットが生まれましたよ。形ですね。
なるほど。デザインの特徴としてはどんなのがやれるの？この黒いストライプ、はいはいはい。日本製。はい、どのモデルにもロイヤルアメリカに関しては入ってるんですけれども、確かに確かに確かに。当時は接着面を隠すっていう意味がちょっと諸説あるんですけれども、もう少し作りが曖昧と言いますか、ちょっとゴムがはみ出てたりとか、接着ではみ出てたりっていうのがあったので、それをこの線でデザインで補ってきたと。そうです。なるほどなるほど。それが時期にちょっとこうアイコンとしてなっていったっていうのが。プロケーツって書いてなくてもこれ見ればここのだってわかる。で、キャンバス素材が12オンス、だいたいこういうキャンバスって8オンスぐらい、分厚さのものなんですけど、かなり、ガシガシ履ける強度が高い。確かに確かにちょっと硬めなんだ。その分ちょっとこう色の発色だとかもしっかり出せるように。ということでちょっと派手なスニーカーの色で今回はリスタイリング組んでみたいなと思っております。何色からいきましょう？黄色にします。黄色のハイカットにします。はい。90年代から2025年飛んできます。今私が着てそうな、渋滞してるかな、どうかな、あれなのかな、どうかなみたいな感じ。2025年に来ませんでした？来ましたね。まくり始めますよ私だって2025になれば全部主役級のアイテムを全部合わせてみたら地味になったかなっていう感じの。いろんな色あるけど確かにいろんな色あるし、いろんな素材あるし、でも渋滞してるようなそうでないようなみたいな感じですかね。そうなんかやっぱり黄色結構効くなと思いました。あといろんな色に合うなと思いました。こんだけ色と柄使って素材使ってもそれなりに馴染みません？絶対黄色あった方がいいですねそれ。でしょ。ないとちょっとなんか物足りなくない？いいんですよ。ちょっとここのオレンジともちょっと呼応させてるという。なんていうのかな、色を散らすって感じですかね。ポンポン差し色みたいな感じですかね。案外黄色って合わせやすいのと差し色としてすごい光りやすい。せっかくだったら地味なやつ買うよりも派手なスニーカー買っといた方がいいと思うあとちょっとポイントなんですけども、こうちょっと派手色のスニーカー履く時ってここですね、ちょっとポケットで色合わせといてあげると分かる人は分かるみたいな、ちょろっとこの人はおしゃれさんだってなると思います。そして今安藤さんもハイカットかな、履いてるんですけど、一緒になる。これもやっぱ差し色として可愛くないですか？そして安藤さんの可愛いところは実は足元クリスマスみたいになってるんですね靴下がクリスマスみたいになってるんですね可愛くないですこそっと私発見してしまいましたよ。スタイルとしては何を着ていらっしゃる？70年代の私ちょっとヴィンテージものが好きでして、なんかそんな感じがしますそんな感じがします。ちょっとジャングルファティーグのジャケットに、こっちが古着のリメイクで、違うブランドさんのものをこう継ぎはぎでつけてドッキングして、とこっちはちょっとシングルステッチのヴィンテージの T シャツ。ヴィンテージ好きが伝わってきますね好きでこういう女子大好物合わないわけない。合わないわけがないその古着のそのなんかこうやれた感じとビビッドな感じの対比いいですよね。じゃあもう一スタイル。そうなんですよ。スニーカーもあるんですけども、このタイプですね。なんていうのかな、なんて言えばいいんですかこれ。デッキっていう品名、商品名になるんですけれども、もともと甲板の上で、滑らないように、ちょっとこう船の上でガシガシ履けるようにできた形なんですけれども、裏が実は先ほどのビブのソールと違っていて、トゥルンとしてる。そうなんです。これ見た目トゥルンとしてるんですけど、実は屈曲で歩くと溝がすごいなんです。こうなんだ穴が開いてくるというか、屈曲すると水はけが良くなるように。すごい。そうなんです。これずっとやりたいこれ。大丈夫です。しかも私このデッキのちょっといい感じのなんかヘッポコ感が好きなんですよ。このヘッポコ感をそのまま用いたスタイリングにしてます。こんな感じになりました。色を散らすっていう感じですかね。いろんなところのこう色を散らしているって感じですかね。で後ろ可愛いんですよ。いっぱい色が散らばってませんか？後ろからの姿のなんかこうキラキラしません？ちょっとスケーターっぽい感じを色で遊んでみるって感じですかね。
こういうの駒沢公園にいませんかこんな感じの人たちがただ色が違うっていうそうせっかく色が靴の色がビビッドでここにしかない色だからそれもうちょっと色で遊ぶというか補ってあげるって感じでここもチロッと入ってるんですよ。靴下2個入ってるんですね。わここだけでも1,2,3,4,5色入ってる、強くない私で、こっちの緑ちょっとだけこうさせるためにちょっと、男の子よくやってませんか？なんか謎な使いもしないハンカチをこのところでブラブラさせてみたいなですかね。でもちょっとハンカチだとカジュアルになりすぎるからちょっとスカーフにして質感変えてみてます。ちょっと大人っぽくなってますかね。派手な靴履くときは靴下も凝りたがるプロキッズさん靴下も一緒に販売してもらっていいですかセットでと思ったら靴下も販売してもらってますね。そうなんです。せっかくだったらこういうのもね、込みで買って色で遊びながらスタイリング楽しいかと思います。今履いてるやつも撥水なんですか？はい、そうなんです。キャンバスの素材がそのまま撥水加工。へえ、これ雨もいけるってことですか？雨もいけます。防水スプレーを上から振りかけていただければ、汚れも落としやすくなりますね。で形なんだけども、このサイズこの形もあるんですね。これは何て言えばいいんでしょう？こちらはスリッポンタイプですね。紐がなくてそのまま着脱ができるようにストーンといけるやつ。でカラフルシリーズもあるけど、抑えのシリーズもございますよと、紺色、黒、白ですね。黒はこれ多分使いやすいやつですね。ちょっといかんせんオレンジと蛍光黄色だからすごいなんか渋滞が嫌ましておりますけれども、でもやっぱ使いやすそうな感じはしますねこれは。そしてこっちはまたなんか違うシリーズがあると聞いたんですけれども、そうなんです。こちらが防水シリーズになっていて、先ほどの撥水よりもより水をはじく機能面がアップしていて、内側に違うわ。本当や。そうなんです。これメンブレって言ってこれがもう防水の役割の素材になるんですけれども、雨を防いで湿気は逃がすっていう効果があります。なるほど。こっち日常の雨、こっち台風みたいな。台風の時にね、そう出歩かなきゃいけない時ありますしね。台風の時プリン食べたくなるとかあるからね、そういう時ね。じゃあこっちからこっちのシリーズが全部。そうですね。先ほどのロイヤルアメリカ、ロイヤルプラス、こっちはハイカットのみになるんですけれども、シリーズもそうですね。防水がついてる。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした？いや、なんかこれは絶対見た目よりも履いてほしいやつですね。思った以上にふっかふっかっていうのはすごく感動なのと、あとやっぱカラフルだから差し色になるので、多分他で見られない色がたくさんあるかなって気はしましたね。いろいろ履かせてもらったんですけど、皆さん気になった靴はあったでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。あとどの色が好きか選手権したいかもしれない。聞きたいですね。スウェードだったらこれとか、キャンパスだったらこれ、わかりやすいですからね、分類がね。あとは皆さん今回3スタイリングさせてもらったんですけども、どのスタイリングが気になったかもぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。